毎度です。猿頭トリートメントでございます。今回の動画では海外の VR 専門メディアアップロード VR が発表した2026年7月発売予定の新作 VR ゲームを8本紹介したいと思います。じっくりと頭を使うパズルゲームから汗をかくタクティカルシューター、自分の部屋が戦場になる MR ゲームまでジャンルはバラバラ。気になる1本がきっと見つかるはずです。それでは行ってみましょう。それではまず1本目はエニグモ。もともとはスマホで数々の賞を取った物理パズルゲームが立体空間で遊べるように作り直されました。 MR にも対応していて、クエスト3などの対応機なら自分の部屋にパズルが浮かんだ状態で遊べます。このゲームは上から流れ落ちてくる水の雫を目的の場所まで導いていくパズルです。雫が落ちてくる先に跳ね返す台を置けば雫はトランポリンのように弾み、鏡を置けば進む向きが変わり、滑り台を置けば滑っていく。こうしたパーツを空間に配置して雫の通り道を自分で作り、受け皿となる容器まで運んでいきます。ステージにある全ての容器をいっぱいにできればクリアです。導くのは水の雫だけではありません。プラズマの粒やまっすぐ進むレーザービームもあり、それぞれ対応する容器に流し込んでいきます。使えるパーツは全部で9種類。雫を引き寄せる重力レンズや重力の向きを反転させる仕掛け、ワープさせるテレポーターなど頭をひねるギミックが揃っています。操作はコントローラーでも手の動きのハンドトラッキングでも可能。自分の手で空間にパーツを並べていく感覚が味わえます。レベルは最初こそ優しいものの、進むほど頭を抱える難易度になっていく、じっくり腰を据えて遊ぶ一本です。続いてのゲームはジェロニモ。 VR 専用の本格派タクティカルシューターで、今回はアーリーアクセスでの登場です。プレイヤーは特殊部隊の隊員となって現代を舞台にした作戦に挑みます。レディー・オア・ノットやレインボー 6CG、 コール・オブ・デューティー、モダン・ウォーフェアといった本格志向のタクティカルシューターに影響を受けた一本で、ソロでもフレンドとのオンライン協力プレイでも楽しめます。このゲームの核になるのが建物への突入、ブリーチングです。ドアを開けて部屋に踏み込む方法はいくつも用意されていて、状況に応じて手段を選びチームで一気に建物へ突入していきます。待ち受ける敵の AI が厄介で、クローゼットやベッドの中に隠れていたり、あらゆる方法を使って不意をついてきます。どこから撃たれるかわからない緊張感の中で一瞬の判断が生死を分けます。装備のカスタマイズも深く作り込まれていて、見た目や服装、アーマーから武器の細かいセッティングまで自分好みに調整できます。しかもこれは見た目だけの話ではありません。重装備にすれば動きが鈍くなり、長い重心のライフルは開けた場所では頼もしい一方、狭い部屋で制圧する時には取り回しが悪くなる。自分の装備の選び方がそのまま戦い方や生き残りやすさに直結するというこだわりの設計です。いきなり本番に挑むのではなく、射撃訓練場からキルハウスといった練習場も用意されています。まずはそこで銃の扱いに慣れてから作戦に挑めます。仲間と息を合わせ、緊張感のある突入感をじっくり味わいたい人におすすめの一本です。続いてのゲームはフィクサーアンダーカバー。刑務所に潜入して謎を解いていく脱出ゲーム系のパズルアドベンチャーです。プレイヤーは修理工になりすました潜入エージェント。設備を直すふりをしながら、この刑務所の所長が進める怪しい構成プログラムの秘密を暴くのが目的です。使う道具はスパイ用のハイテク装備ではなく、ドリルやレンチ、ハンマーといったごく普通の工具5種類。これとその場で拾ったものを組み合わせて行く手を塞ぐ仕掛けを突破していきます。ドリルが鍵の代わりになったり、ハンマーで錠前をこじ開けたり、刑務所の建物丸ごとが一つの大きな謎解きの舞台になっています。このゲームの魅力は道具を扱う感覚のリアルさです。ネジを回す手応えや配線を切る触覚がコントローラーの振動でしっかりと伝わってきて、自分の手で解いている実感があります。そして潜入するのは自分一人ですが、強い相棒がいます。ドローンのウィンストン。施設のセキュリティやロックをハッキングで突破したり、必要な情報を教えてくれたりと、あなたの潜入をサポートしてくれます。もともとメタクエスト向けの作品でしたが、今回はグラフィックを強化した PC 版でヘッドセットなしのフラット画面でも遊べます。続いて紹介するのはロボクエスト VR。とにかくスピード感が持ち味のローグライト FPS ゲームです。もともとは2023年に発売されたフラット版の人気ゲームで、それを VR 向けに一から作り直した一本です。プレイヤーは再起動されたガーディアンというロボットになって、機械に支配された荒れ果てた未来を舞台に敵ロボットの群れをなぎ倒しながら進んでいきます。このゲームの一番の魅力は何といっても爽快な高速アクション。走って滑ってレールの上をグラインドで駆け抜け、2段ジャンプでマップを飛び回る。足元の敵を撃ちながら高いところへ
で飛び上がって空中を移動する、この高低差を使ったスピード感がロボクエストの持ち味です。武器も100種類以上と大量に用意されていて、ショットガンや火炎放射器、弓に手裏剣まで拾った武器で戦い方がガラッと変わります。ローグライトなのでレベル構成や敵の配置は挑戦するたびに変化し、同じ展開は二度とありません。ガーディアンの強化やカスタマイズも奥深く、頑丈なタンク型にするか高速のアサシン型にするか、自分の好みに合わせて育てられます。2人での協力プレイにも対応していて、しかもメタクエストと Steam、PSVR2 と持っている機種が違う人同士でも一緒に遊べます。気の知れた仲間と機種を気にせず暴れ回れるのは嬉しいポイントです。続いてはこちら、パズルズ・オブ・ザ・ワールド。世界各地の名所をテーマにした 3D ミニチュアを組み立てるパズルゲームです。このゲームはタイマーもなければ追い立てられるようなプレッシャーもありません。世界の美しい風景を自分のペースでピースを一つずつ組み上げていく。組み立てたミニチュアは近くまで寄って細かいところまでじっくり眺められます。世話しないゲームに疲れた時にほっと一息つけるようなリラックスして遊べる一本です。収録されているのは世界の7つのロケーション。もともとは今年1月に無料のアーリーアクセスとして始まっていましたが、今回いよいよ有料の正式版としてリリースされます。続いて6本目はサイバーコアプロトコル。自分の部屋がそのまま戦場になる MR 型のアクションゲームです。遊ぶときはまず自分の部屋をスキャンして読み込ませます。すると自分の部屋の中に守るべき拠点が置かれます。この拠点を狙って壁や廊下に開いた穴から次々と敵が攻め込んでくる。プレイヤーは部屋の中を動き回りながらこの拠点を敵から守り抜いていきます。このゲームの面白いところは、ただ敵を撃つだけではなく守りをじっくり組み立てられる点です。敵の一団が攻めてくる前にまず準備の時間があります。空中に映し出される部屋の地図を見ながら通り道のどこに何を置くかを考える。置くことができるのは自動で敵を撃つ砲台、敵を凍らせて足を止める装置、火で焼く装置、レーザー、そして自分の身代わりになって敵を引きつけてくれるおとり。これらをうまく配置して押し寄せる敵を足止めしたり、まとめてダメージを与えたりと、あらかじめ守りを固めておきます。こうして守りを固めたら、あとは敵の襲来を迎え撃ちます。プレイヤー自身も剣、ピストル、マガジン、ショットガンの4種類の武器を持ち替えて応戦。ステージをクリアしていくと、武器や仕掛けはもちろん拠点や自分自身の能力、身を守るバリアまでどんどん強化していきます。ステージは全部で45種類。1つクリアするごとに舞台はさらに地下深くの階層へと移っていきます。出てくる敵の種類も豊富で、時にはボスも登場します。ボスはそれぞれ違った攻撃を仕掛けてくる強敵で、しっかりと守りと装備を整えないと歯が立ちません。続いてはハイパースタックス。戦闘、パルクール、パズルが一つになった賑やかな VR アクションゲームです。もともとは2021年にメタクエストでアーリーアクセス版として始まった作品で、今回いよいよ Steam にも登場します。プレイヤーはカラフルなステージを走り、壁をよじ登り、飛び回りながら攻略していきます。行く手を塞ぐのは回転するノコギリやレーザー、トゲの穴といった数々の罠。さらにポップな見た目のロボットたちも襲いかかってきます。武器は自分の拳を使ってこれをなぎ倒しながら先へ進んでいきます。上下方向にも自由に動き回れるので、立体的な爽快なアクションが楽しめます。そしてこのゲームが面白いのは、ステージを自分の手で作れるところです。ゲーム内にコースを組み立てるための道具が一通り揃っていて、罠だらけの意地悪なステージから攻略が難しい複雑なステージまで思いのままに作れます。完成したステージは世界中のプレイヤーと共有ができて、他の人が作った無数のステージを遊ぶこともできます。遊ぶ側にも作る側にもなれる魅力のあるゲームです。続いて紹介するのがストリーツ・オブ・マイアミ VR。 1980年代のマイアミを舞台にしたオープンワールドのクライムアクションです。 GTA シリーズから影響を受けて作ったと開発者自身が公言しています。舞台はネオンきらめく1984年のマイアミビーチ。プレイヤーが演じるのは無一文でこの街にやってきた移民です。犯罪と汚職がうごめく歓楽街で、裏の家業に手を染めながらゼロから成り上がっていきます。このゲームの持ち味は街の中に入り込む感覚です。マイアミを上から見下ろすのではなく、自分がその一員として住人たちと顔を突き合わせ、揉め事をさばいていく。ドラッグの取引で危ない橋を渡ったり、壁に落書きを残したり、小遣い稼ぎのサイドワークに精を出したりと、街で生きていくための手立てがいくつも用意されています。もちろん犯罪の街だけあって物騒です。銃を撃ち合う抗争や拳を交える殴り合いといった血生臭いトラブルも日常茶飯事。暴力に身を投じてのし上がっていくのも
この街での生き方の一つです。一息つきたくなったら街のゲームセンターに立ち寄ってダーツやバスケ、スロットといった遊びに講じることもできます。なお遊び方はヘッドセットをかぶって一人称で街に没入するフル VR と画面を見ながら三人称で遊ぶクラシック視点のどちらも選べます。ちなみにこのゲームは開発者がほぼ一人で作っており、脚本作りの一部には AI を使っているそうです。無法者になりきってあの時代のマイアミを裏側から生き抜く犯罪都市に丸ごと飛び込みたい人は要チェックの一本です。というわけで2026年7月の新作 VR ゲームを8本紹介してみました。気になる1本は見つかりましたでしょうか。これを遊んでみたいというのがあればぜひコメントで教えてください。いやー VR って本当にいいもんですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならさよならさよなら。